毎年数万人以上の韓国人が日本に住みたいとやってきます。でも、不思議なことが一つあります。5年ぐらい経つと、この体感ですけども、半分以上は帰ってるんですよ。なぜこんなに治安良くて清潔で住みやすい国なのになぜ帰ってんの？今日は5つの理由を話します。1つ目、日本に妄想するから。2つ目、日本のマナーを息苦しく感じるから。3つ目、友達の作り方に挫折するから。4つ目、日本に合わせようとしないから。5つ目、日本に執着してしまうからです。僕が日本で10年近く生活して、実際に見てきた現実を順番に話します。1つ目、日本に妄想してしまうからです。日本は街は驚くほど清潔で、治安は良くて、店員さんは丁寧で静か。でもこれよく考えると、短期滞在者向けに最適化された姿なんですね。例えば、おもてなし接客も、根っこから日本人は天使だからというよりかは、礼儀とマナーですよね。日本社会における。観光客はですね、自分が日本に住むと同じことをやらないといけないってことに気づきにくいと思います。観光で1週間、長くても2週間いて見えるのは楽すぎるだけの毎日ですね。一方でですね、韓国はですね、観光と日常の距離感が近いかもしれないです。接客と生活のテンション、ほぼ同じですね。韓国で普通の接客をそのまま接客に使ってる。おもてなしというよりかは、いつもの自分の感情を乗せるって感じです。だからもう暇な時に皆さん携帯いじってるじゃないですか。みたいな感覚でコンビニの店員が携帯いじったりとかするんですね。二つ目は、日本のマナーを息苦しく感じるからだと思っております。日本にはですね、明文化されていないルール本当に多いような気がします。空気を読む、察する、言わないけど守る。バスでは電話するな。電車では静かにして。食事は残さないで。これはですね、間違っても誰かがまっすぐに怒鳴らないし、誰もわざわざは説明しないんですよね。だからそういった理解はされてないまま間違ってしまうってこともあります。僕も日本留学初期の頃、ご飯普通に残してて、日本の方からドン引きされて、後から親友から言ってくれて分かったことがあります。一方で韓国は結構逆だったりとかしていて、ルールは言語化とか感情表現言ってあげるっていうのがあると思います。嫌なら言う。合わなければぶつかる。言い合いになっても、それは別に関係の終わりとかじゃなくて、自分が言ったってことは本音を出した。向こうに一歩近づけたっていう感覚なのかもしれません。だからその韓国では暗黙のルールというよりも明示してお互いコミュニケーションを取るっていうのがよくあるかもしれません。で、その YouTube で韓国のタクシー運転手とか怒鳴って怒ってるみたいなこともあるじゃないですか。これも多分ストレートに話してストレートに伝えるってことが思想にあるから良いとは思ってないんですけど、この違いが日本では大変に感じてしまう韓国の方がいるような気がします。日本の沈黙とか察してよみたいなところはどこか間違えてるのか分かっていないと大変じゃないですか。だからそういうのが怖くなってしまう場合もあるんですね。でこれがストレスになって溜め続けて、これ空気が重いなとか言って、半年、1年、2年、3年経ってもう大変で変えられるっていうのがよくあると思います。日本人の優しさっていうのは、もちろん優しいっていうのもあるんですけども、皆さんその社会のルールとか規則を守るためにもう本当に努力されてるエネルギーを使ってる結果として、今のような日本社会があるんじゃないかなと思います。だから、店での接客、丁寧さ、沈黙、これも努力の上で成り立ってるからこそ、自分はされてるから、それ自分も返さないといけないっていうのは認知しておかないと日本生活大変だよってことは伝えたいと思います。3つ目の話はですね、友達の作り方に挫折するということです。日本の人間関係はですね、時間投資型と言えるかもしれません。距離を縮めるまでがちょっと長いかもしれないです。最初会った時はもう転勤と出身の話する。どっから来たの？次会ったら趣味何ですか？週末何してるんですか？次会ったら彼氏彼女いるの？とかってなって、次会ったらどこで住んでんの？良い店知ってる？ここ行かない？みたいな形でどんどん深くなるっていうのは、そこで信頼が取れたらっていう形なのかもしれないです。一方ですね、韓国ちょっと逆かもしれないですね。関係構築という概念が比較的に薄いと思っています。初対面で年齢とか会社、学歴全部聞けちゃうと思うんですね。もちろんこれもちゃんと空気読んでやらないといけないんですけども、大体の場合、ちゃんとスタッフさえ踏めば、もう初対面でどこの大学出たのまでも言えるんですね。だからもうこれで相手のバックグラウンドというところがもう一気に情報が来て、自分もそこでもう本音をバーってぶつけて、距離が一気に縮まるみたいな。だから仲良くなるのも早いし、衝突するのも時間的に見れば比較的に早いというふうに思っております。韓国という文化ではそれが自然な関係構築ですね。だからそういう感覚で日本に来てしまうと、文化が理解できていない場合ではですね、仲良くなったと思ったのに、なんで距離が縮まらないの？日本人は外国人に壁を作る本音建前があって、本音は持っとくみたいな、ちょっと誤解されてる。僕も誰が合ってるかとかわかんないんですけども、誤解なんじゃないかなと思ってるんですね。人間関係の作り方がそもそも違うんじゃないかなって思ってます。
僕も正直に言って全く同じでした。学部時代、日本人の友達ほとんどできなかったんですね。遊ぶのはいつも韓国人同士でした。で、それが変わったのは東京来て草野球始めてからですね。数ヶ月ずっと同じ趣味楽しんでて同じ汗をかいてたらもう自然に距離が縮まったっていうことがあります。こういうことを見て感じるのは、だからといって韓国の方々無理に自分をねじ曲げて、自分の性格変えて、友達作ろうっていうのもどうかなって思ったりするんですよね。だからやるべきことは自分に合う環境ってどこなのってことを見極めること。で、そこに向かっていくことが大事だと思っています。で実際、日本に住んでる韓国の方が欧米の人と仲良く楽しく生きてみますよみたいな話もあって、ちゃんと仕事して犯罪を起こしてなくて納税ちゃんとしていれば、それもそれでいいんじゃないのって思っています。4番目の話はですね、日本が自分に合わせるべきと思ってしまうからです。これはね、無意識中にあるような気がします。いわばですね、この韓国での価値観が当たり前と思ってしまうパターンです。わかりやすい例が区役所の行政スピードなんですけども、僕が感じるには安定重視だと感じています。例えば最近もデジタル化、電子化とかあるじゃないですか。それを区役所観点から見ると、無理にシステムを電子化してミスが出たらどうしよう。情報が流出されたらどうしよう。なんだったらもう窓口に来てください。私たちが直接見て一つ一つ丁寧にやりますよ。みたいなプロセス正確に踏んで正確なことをやりますよ。みたいな雰囲気があるような気がしています。感想として。一方、韓国の中では逆の方向に出て、とにかく早くやりましょうよ。効率いいのでやりましょうよ。別に今のシステムだと家でも住民票取れるそうだからそっちに移しましょうよ。パスポートの更新も実際家で1時間で終わらせたりするんですね。韓国の人たちは。もちろんこの中でも良い面悪い面あって、良い面はめちゃくちゃ便利だっていうこともある反面、韓国は定期的に個人情報が流出されたっていうニュースが出てるっていうことも事実だと思っています。でもこの良い面をめっちゃ感じるじゃないですか。こういう体験をした韓国人が日本に来てですね、日本と韓国なんか文化ちょっと似てると、実際区役所の外観とか中でやってることだったりとか、かなり似てるわけではあります。だからこの韓国での考え方っていうのが日本でも当たり前だと思ってしまってですね、こういうのを言うんですね。なんで日本ではできないの？これおかしくねえかと。日本は変わるべきだと。っていうことがあります。ここでちょっと、もしそういうことを思ってる方がいたら言いたいのは、日本と韓国全然違う国ですってことですよね。だから、例えば韓国とナイジェリアだったらもう全く違う国ってわかるじゃないですか。でナイジェリア行ってなんでレジしかできないのみたいなこと言わないじゃないですか。私もアメリカとかヨーロッパとかであれば、これめっちゃ違う国だなって認識して理解しようとするんですけども、日本ってなんか似てる面もかなりあったりするから、韓国での考え方をもうそのまま持ってこようとする。で、そこで摩擦が起きてしまうような気がします。これはその方のためにも、そういった前提をもう全部捨てることが大事なんじゃないかなというふうに個人的に思います。で、5つ目はですね、日本に執着してしまうんじゃないかなと思っております。僕正直に思うのは、合わないなら帰国した方がいいと思っています。それは悪く言うんじゃなくて、逃げてることでも敗北したっていうことでもないと思ってるんですね。韓国に行ったら、もう日本に行って、例えば留学行って帰ってきた人を失敗したみたいなことを言ってる一部の人いるんですけども、全然そういうことなくて、自分がどういう環境を求めていて、合ってる国がどっちかっていう見極めたときに、それは韓国でしたっていうことを分かったっていう、非常に人生で価値のある経験だと思ってるんですね。でもなんか日本来ちゃったからとか、なんとなくいけそうな気がするからみたいな形で、違和感あるけど、ちょっと耐えようか、ちょっと我慢してみようかってなったら、いつの間にか就職して子供が生まれて、ちょっと帰れなくなってしまうっていうパターンも出てくるかなというふうに思っております。我慢して、もう無理ってなって韓国に帰った後に、合わなかったって感じたら、それはそれでいいんですけれども、日本に反感を持つような方がいたら、それはちょっとどうかなって思ったりもしますね。ってことで、日本に会う人もいる、韓国に会う人もいる、あなたはどこが合ってますかっていう話だと思っています。で、この話、韓国人だけの話ではなくて、結局皆さんにも通用する話なんだと思ってます。日本人だからといって、日本に住む理由はないんですね。他のところに滞在資格が取れて、その国の方が合ってるなと思ってたら、その国で住んだ方があなたの人生にとって幸せなんだと思ってるんです。日本の憲法、確かに幸せを追求する権利っていうのはあるというふうに思ってるので、これはしてもいいんじゃないかなと思っております。別にその国という関係を超えてもですね、九州の人が東京に住んで苦しんだとか、新しい職場に入社したら居心地の悪い職場だったみたいな、誰にも起きうる話ですよね。大事なのは次の問い、この4つの問いを自分に投げることだと思います。自分はどんな人間なのか、相手や環境はどんな特徴があるか、自分は変えられるのか、相手の環境は変えられるのか、変えられなかったとしたら他に取り入れる選択肢は何があるのかというふうに思っています。だからこういう問いを投げてみて、国も会社も街もどんな選択肢が自分に合うかなってことを選び直す、考え直すってことが大事なのかなというふうに思っています。個人的にはですね。皆さんはどう思っているのか、ぜひよかったらコメントで教えてください。あと他の動画もぜひ見てください。以上、パクでした。アニョン。